皆さんこんにちは、猫です。 NBA だいぶ面白くなってきましたね。ただ面白いのと反対に怪我がちょっと多いですね。今シーズンレブロンが怪我で今離脱してますし、新人王候補かと言われてたワイズマンが離脱してて、最近復帰しましたけど、ここからまた加熱するかなと思いきや、ここで新人王最有力候補のラメロボールが怪我と、で今季もう全休っていう風なニュースが出てましたね。これはかなり残念な情報かなと思います。このままいけば今季ラメロもうぶっちぎりな気がしたんですけどね。なのでこれがラメロがいなくなって、次誰が新人王かなというところですね。いろんなところ見てると圧倒的にアンソニー・エドワーズが最有力候補なんじゃないかって言われてますね。私の推しのクイックリー君がなってくれたら嬉しいなと思うんですけど、どうなるかなというところですね。というところですね、今回から新しいですね、企画というか新しいですね、シリーズをちょっと始めたいなというふうに思ってます。何かっていうと、トレカの、プライスいろいろあると思うんですけどとですね、選手を固定して1選手についての活躍っぷりと、トレカのその価格についてですね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。でまず第1回はですね、もう今トレカでプライスが高くて一番聞いたら盛り上がる選手って誰だろうって考えたんですけど、ザイオンとかですね、いろいろいいかなと思ったんですけど、やっぱりもうドンチッチが外せないかなというところで、今回はですねドンチッチを取り上げさせていただこうかなと思います。というところですね、今までのドンチッチの経歴からですね、今のこのトレカについてのところをちょっとお話しさせていただきたいなと思います。ドンチッチといえばですね、以前私の動画の中でもお見せしましたけれども、トレカの金額がこんなになってたりとかしますね。なので、ここにたどり着くまでにどんな経歴があったのかなんていったところをお話しできればと思ってます。今ですね NBA でもスーパースターというポジションまでもう来たかなと思うんですけど、このドンチッチはですね1999年2月28日生まれの22歳のスロベニア生まれの選手です。このまだ22歳のこのスーパースターの選手なんですけど、ウィキペディアとかですね見ていただくと、もうドンチッチもかなり情報が溢れているので、すげえなって思うと思うんですけど、彼はですねちょっとバスケに関して本当に昔からちっちゃい時からすごいと言われていた選手でした。8歳の頃からですね、もう飛び級で上のレンジの子供たちとプレーをしていたというのがですねウィキペディアにも載っています。ドンチッチはもうこの頃からバスケで、かなり有名な子供だったということでですね、もう本当にその頃から、才能はずば抜けていたというところですね。でそんなこんなでですね、もうバスケでどんどん有名になっていくんですけど、サッカーとかでも有名なこのレアル・マドリードというチームの、下部チームにドンチッチが入ることになります。でそこからですね、最初アンダー14の大会に出て、そこでも MVP を取って、そのまま MVP をどんどん取ると、もう MVP を取るわけですね。でもうこの成績を初めて見た時調べてですね、私も笑いました。なんだこの人っていうですね。でそんな彼ですけれども、本当にプロのリーグの方にデビューするのは16歳の時になります。で2015年16年シーズン、このシーズンのカードがですね、初めて彼はトレカに収録されます。アッパーデックという会社のですねが出しているカードに、収録されて、今eBay とか見ていただくと、その頃のですねカードが、結構ですね売ってたりします。でこの後ですね、NBA の方にドンチッチが、行くということで、 NBA のドラフトですね3位で、NBA の方に来るわけですけれども、マーベリックスに入って、得点をどんどんと量産してですね、新人1年目で、見事新人王に輝くというところでした。スタッツもですね、1年目のドンチッチのスタッツは、こんな感じです。
でここ最近さらに磨きがかかってますけれども、やっぱりドンチッチはシュート力も当然魅力ですし、ドンチッチといえばですね、どこが一番いいのかっていうと、多分ドンチッチが好きな方はいろいろあると思うんですよ。例えばクラッチタイムにシュートを決めてですね、ブザービーター決めた瞬間のやっぱドンチッチは最高だよねとかいう人がいれば、パスがですねすごいいいところに出してくれるとか、何よりも得点量産してくれて、試合を決めてくれるとかですね、またはすごいうまくスルスルとディフェンスをかわしてシュートを決めきるというところとかですね。あとはよく出てますけど、ボバン・マリアノビッチとわちゃわちゃやってる時のドンチッチが可愛いとかですね、いろんな意見があるかなと思います。私も以前ツイッターでドンチッチのですね人気ってなんでなんだろうと思って、フォロワーの方が300人ぐらいいらっしゃったのでアンケートをお願いしたことがあります。でその時ですね、やっぱドンチッチの一番いいポイントはこれでした。ということですね、このドンチッチですけども、1年目のルーキーイヤーのカードが、とてつもなく高騰しました。今となってはですね、やっぱりザイオン選手とかのルーキーイヤーのカードよりも全然高いですね。で例えばプリズムっていうと鑑定がないカードでこれぐらいの金額です。で鑑定されているとこれぐらいの金額になります。で特に高いですねプリズムシルバーとか見るとこんな感じですね。いややばいですね。本当にスーパースターのカードの金額なんだなっていう感じがしますけれども、それよりすごいのはやっぱサインが入っているカードがドンチッチはとにかく高いというイメージがありますね。eBay だとですねこんな金額で高いやつだと取引されたりします。日本国内でもこれぐらいですね。というところでですね、ドンチッチは大人気なんですけど、このドンチッチはですね、もうトレカを集めてる方はご存知だと思うんですけど、ルーキーイヤーまでしかサインを書いてくれませんでした。なので今新しい箱を開けてもですね、もうこのドンチッチのサインをゲットすることはできないという状況になっています。今後何かのあれでですね、また書き出してくれたりして、簡単に手に入るようになれば価値も下がってくるのかもしれないんですけど、ちょっとこの状況が続くとですね、ドンチッチのカードの特にサインカードですね、ここの価値はどんどん上がっていくんじゃないかなと思います。で私もドンチッチのサインカード持ってないんですけど、これはですね1枚もう高くてもいいから投資みたいな観点で考えちゃうと持ってたいなと正直思いますね。ただもう安くても30万とか40万とかすると思うので、ちょっともう買えないかなというのが正直なところです。ということで今ですね、まさに時代をかけるこのスーパースタードンチッチの、ご紹介動画を第1弾として取り上げさせていただきました。今後この先ですね、何年ドンチッチが活躍できるのかわからないですけれども、怪我がなければですね、おそらく早々落ちてくるような選手じゃないかなというふうに思います。レブロンみたいな活躍してくれると、トレカの価値もですね本当に上がると思います。今史上最高価格もドンチッチが NBA では出していて、先日これも大きくニュースになってましたけど4億6000万円という金額が出てましたので、それもですね本当にあと10年後に同じような活躍をしていたらすごい金額になるんじゃないかなと思います。この子たちも特にサインもないカードですけれども、ちょっとレアなカードなので鑑定に出そうか正直今悩んでたりします。ということでですね、今回はドンチッチを紹介させていただきましたけれども、ちょこちょことですねこういった選手の、過去の情報から今のトレカに絡めたですねお話をさせていただければなと思います。もしもこの選手でやってくれとかいうご要望があればぜひぜひコメントなどいただければと思います。では、本日の動画は以上としたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録まだな方はぜひよろしくお願いいたします。ではでは。